どうも、マーシーです。今回は緩和と適用を学んでいこうと思います。まず、気候変動への2つの対策について学んだことと、自身で調べたことをお話しします。まず、気候変動ってそもそも何ということで、実は地球の気候は何万年もの長い歴史の中で自然のサイクルによって何度も変わってきました。氷河期と温暖期が繰り返されるように、気候変動は本来自然に起こる現象なんです。でも、今私たちが直面している気候変動はそれとは違います。産業革命以降、人間の活動、例えば化石燃料の大量使用や森林破壊によって二酸化炭素などの温室効果ガスが急増したことがわかるグラフがこちらです。その結果、地球の平均気温が急激に上がり、異常気象などが各地で起きています。これがいわゆる地球温暖化であり、人間の影響による気候変動と呼ばれているものです。では、どうすればいいのか。それが緩和と適応という2つのアプローチです。まず、緩和とは、温暖化の原因そのものを減らすこと。具体的には、二酸化炭素などの排出を減らすために再生可能エネルギーに切り替えたり、植林をするなど森林や海を守る取り組みなどがその例です。簡単に言うと、これ以上悪化させないための行動です。一方、適応とは、すでに起きている変化、そしてこれから避けられない影響に備えることです。例えば、洪水に強い街づくりをする。暑さ対策のインフラを整える。作物を気候に合ったものに変えるなどです。こちらはどうやって影響を乗り越えていくかに焦点を当てた行動です。どちらか一方ではなく緩和と適応を同時に進めることが未来の環境と命を守るためにとても重要です。グラフをご参照ください。何もしない場合とする場合です。しかし、すでに下の日本の線にはなりません。中間の線になるように、日本だけではなく世界の一人一人の取り組みが重要になります。気候変動は自然の一部かもしれません。でも、今のこの急激な変化には私たち人間の責任がある。だからこそ、私たちにもできることがあると思います。しかし、その影響で熱中症のリスクも年々高まっています。特に高齢の方や子供、体調が優れない方にとって暑さは命に関わる問題になっています。だからこそ大切なことを一つお伝えします。エアコンを使うことをためらわないでください。電気代が気になる、体に悪そう、昔は我慢できた、そう感じる人も多いと思います。でも、今の夏はもう昔の夏とは違います。気温は年々上がり、熱中症で命を落とす人も少なくありません。大切なのは無理をしないこと。エアコンを適切に使って体を冷やす。暑い時間帯は無理せず冷房の効いた場所に避難する。それは贅沢でも甘えでもなく、命を守る行動です。そしてこれは適応の一つ。変わってしまった気候にどうやって備えるか。それが今私たちにできる大事な一歩だと思います。気になったのがこの海岸っすわ。前はここまでスロープであったんだけど、段差ができました。波が上がって削られていることにもなります。終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方お願いします。あといいねもお願いします。それではまた。Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.
so loud as the hours pass. We're gonna do